2001年式インプレッサ WRX-STI、 シフトはもちろん6速マニュアル。やっぱこの大きいねブレンボキャリパーですね。これは純正ですから意外と綺麗なんですよこの車実は。はい、よし君こんにちは。こんにちは。大丈夫ですか？はい。はい。さっきは音声取れてませんでしたからね。すいません。ミスりました。すいません。充電切れました。もう充電バッチリ。充電しいきましてきました。ょう。本日は12月の25日、ハッピーメリークリスマスですか？はい。なんですが、はいなんですがですよ。はい。この動画が上がるのは1月1月中旬ぐらい。中旬まで行きますか？中旬か、まあ、はい、もうちょい早めか。皆様明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。今年も YouTube 頑張っていきましょう。頑張りましょう。はい。じゃあそんな挨拶はさらっと置いといて、はい。私たちはクリスマスなんですが、はい。がっつり仕事をしてまして、今日は2台ですね。2台取って、2台のうちのない外装とかを取りながら、はい。もう1本は試乗編という形でやっていこうかなみたいな話で、1本目はこちらのあっちですね。真っ赤な、はい。真っ赤な真っ赤な RX7 ですね。クリスマスカラーですか？はい。白がないからクリスマスじゃないけど、今度は青です。真っ青な WR ブルーの、はい。こちらの車は何ですか？インプレッサーですよね。はいが、入ってきましたので、ご紹介させてもらえればと思います。はい。セブンの方はオークション買いなんですが、こちらですね、また買い取りです。お客さんから、茨城県のお客様からですね、買い取りでいただきましてですね、はい。めちゃめちゃいいお客さんだったって感じ。いいお客さん多いですよね、やっぱ。そうだね、うちいいお客さん多いね。で、めっちゃ多いです農家さんでさ、はいまたお土産もらってさ、やっぱ農家さんの作るもんってうまいよね。まあ普段食べてるものもさ、はい。野菜とかもさ、別に偽物でも何でもないんですけど、はい。食べ物は食べ物なんで、はい。でもやっぱりこんなに違うんだなとか思うとちょっといろいろ考えちゃうよね。でいや本当に本当に、それこそ農家は今減ってるわけでしょ。海外からどんどん輸入されてるわけじゃん。そうですよね。っていうとさ、どうなのかなとか思っちゃいますよね。はい。何の話？いいお客さんばっかりっていう。まあそうそういいお客様ばっかりっていう話ですね。はい。ってなわけで、そんないいお客様からいいお車を買い取りでいただきましたと。はい。で先に内容をお話しすると、車の内容ね。はい。今回ご紹介させていただくお車は、2001年式ですね。はい。平成13年式の、インプレッサ WRX の STI になります。ただの WRX じゃなくて STI の方ですね。はい。はい。型式は GDB になりますね。で走行距離はですね14万6300キロ。車検は来年の9月って言いたいんですけれども、もう年度が変わってますから、はい、今年の9月になります。撮ってる私たちは今まだ2024年の人たちですけれども、はい、見ている方々は2025年なんでタイムスリップしてますから、はい、今年の9月です。で、修復歴はねなしなんですがって感じです。で、シフトは6速マニュアル、まあSTI なんでね、はい、でパッと見じゃあ一周軽くいつも通り見ていくと、基本はノーマル、はい、です。後ろにもインプレッサーいますね。 WRX インプレッサーあります。はい。あっちはG 型かな、 ABCDEF。はい。でこっちは AB の B なので丸めになってます。はい。そんな感じで買い取りでいただいた、こちらのお車紹介させてもらえればと思います。もうすでにホームページには載ってまして、はい、もしかしたら動画を上げるときにはもう売れてしまってるかもしれない。まあそれぐらい結構安い価格帯で販売させてもらってます。はい、前回さ買い取りでもらったさハッチバックのインプレッサーってね、129万8000円のハッチバックのグレーのやつありました、インプレッサーありましたよね。はい、あれ動画上げて速攻売れましたから。やっぱその値段でですか。はい、北海道に行きまして、しかもあれよ、今日届くよ、クリスマス。すごい。そう、こっちを出たのはね、出発したのはもうちょっと手前ですけれども、届くのはねクリスマスに届く。クリスマスに納車ってめっちゃいいですね。クリスマスに納車いいですよね。めっちゃいい。はい。っていう感じなんで、やっていきましょう。では本日もよろしくお願いします。お願いします。じゃあよし君やっていきましょう。本日はですねこちらの車ですね、2001年式、平成でいうと13年式の、インプレッサ WRX-STI の、中古車紹介という形になります。走行距離が14万6000キロ、車検は今年の9月、2025年の9月までと。でインプレッサ WRX の STI のモデルなんで、シフトはもちろん6速マニュアルと。修復歴についてはなしなんですが点々とね、なんでそういう理由なのかっていうのは後で言いますという感じです。大丈夫ですか？はい、はい、じゃあですね、早速外装からちょっと見てい
ただくんですが、基本的にはほぼノーマルです。はい、基本的にはノーマル。フロントバンパー、フロント周りから見てもらっても、ヘッドライトとかもノーマル、ノーマル、バンパーもノーマル、フロントリップスポイラーはなしという感じですね。はい。で、結構ね、綺麗っちゃ綺麗なんですけど、まあ多少ところどころ補修かかってるんですよ、外装の、塗装の補修とかね。まあ、だから綺麗っていうのもありますと。で、サイド回っていただいても基本はノーマル、純正のエアロね。これは純正のエアロだからね。そう、この辺ねっていう感じです。で、傷に関して目立つのでいうと、まあ1箇所目はまあこれかなって感じ。はい、はい、傷ね。はい、と、車高に関しては、ブリッツの車高調で、まあ、ローダウンしてあるという感じで、ちょっと俺が邪魔か、多少ちょっと下がってるという感じになっていて、で、ローターに関しては、前後これディクセルだったかなのスリットローターが入ってるという感じでございます。で、やっぱりWRX との違い、STI ならではっていうと、やっぱこの大きいねブレンボキャリパーですね。これは純正ですから。純正で大きい、はい、これが、はい、っていう感じでございます。で、まあこの車のネガティブなポイントとしては、まずタイヤの山が本当にズルズルです明らかに、もうしばき倒しましたみたいなズルズルですねでもね、このタイヤね新しいんだよ、まだ2023年なんで去年モデルなんですよ去年そうなんでさ、こことか見てもらって分かるんですけど、ほらこれもう取れちゃったけど、もうゴムのタイヤのカスがほら出てたりとか、もう焼けが出たりとか、結構短期間で乗りましたね、やりましたねみたいな、そういうことですよね。そんな感じの車でございます。はい、で、あとは後ろの方を見てもらうと、まあやっぱり基本ノーマルです。で、マフラーはフジツボ製のマフラーですね、が入っているという感じになっていて、で、まあ特に大きな傷もなく、これは傷？これ汚れか、汚れだね。で、あとはね、ここら辺に確かね、透かすと分かるような、なんかへこみが1箇所、まあほとんど分かんないかな、ちょっとへこみがあるの分かるかな。はい、という感じなんですよ。綺麗でしょ。綺麗です。綺麗ですね。インプレッサといえば、どこがダメになるか分かりますか、塗装。ここじゃないですか。はい、ここのボンネットダクトですよね。インプレッサは大体ですね、ボンネットダクトの色はげが出たりとか、あとはルーフですね、ルーフの色はげ、あとはリアスポイラーのトップの部分がよく色はげ出ます、が綺麗ですよね。綺麗です。はい、直してあります。で、これうちで直したんじゃなくて、直ってる車なんですよ。なるほど。はい、で、経緯を話すと、お客様もですね、実はこの車1年半とかぐらいしか所有してなかったんですよ。若い子なんだよね。そうなんですね。そう。で、某大手車屋さんからこの車購入したんですけれども、僕の察するところだと、まあやっぱり某大手車屋さんですから、まあそれなりに車仕上げて、で展示してたのかな。だからまあ見た目綺麗なのかなっていう感じになっていて、まあもちろんボンネットダクト、ルーフ、リアスポイラーとか、塗装綺麗だし、ここら辺のね側面とかも、ここら辺もねやっぱ色入ってるんですよね。補修の色が、ドアも入ってるかなっていう感じだから、外装に関しては補修かけてるから綺麗と思ってもらえればと思います。その面影が感じるのが、例えばこういうところわかります？ちょっと剥げてます。剥げてますよね。で、その裏のこのわかります？錆がありますよね。その裏のこの青、これが地の色なんですよ。薄っぽい。薄いよね。もう水色だよね。水色ですね。そうっていう感じ。多分元はね結構色あせとか出てた車なんじゃないかなっていうふうに察します。ただまあホームページ見てもらえれば値段出てるんで、見てもらえば分かりますけど、でしかもあれも本当はまだちゃんとさ錆を落としてタッチペンするんだよ。タッチペンするんだけど、まあ一応あえて見れるように残してありますけど、ただそうは言ってもそれ言い出すと結構インプレッサー切りないので、これはこの状態で全然いいと思ってます。そんなのがあっても値段が安いからっていう感じで、あとは例えばこっちさっきのねドアの小傷ぐらいだねみたいな話ありましたけど、ここよく見てもらうと分かるんですけど、分かります？これなんだかなんか浮いてるような塗装が、何が浮いてるんでしょうっていうと、塗装じゃなくてこれも下から錆なんですよね。これ錆なんですね。そう、なのでおそらくここら辺なんかは下地の処理が悪くて、まあ錆出ちゃったのかなみたいなところはありますと。で、あとは
まあこれもねインプレッサーよく出るよね。この付け根の部分のサビ、トランクの付け根、ここね、ここね、ここね、はい。そうそうそう、こういうとこ、こういうとこっていう感じ。はい。まあどうしてもここ水溜まっちゃうんでしょうがないですけどね。はい。はい。っていう感じでした。なので、まあ、インプレッサー買われる方は別にこの車に限らずね、やっぱりチェックポイントとしてはさっきのところ逆に言うと大体色あせてるんで、はい。で大体色あせてますから、はい。そこら辺が補修されてるかされてないかっていうのを確認してもらえればいいと思いますし、はい、補修されてるっていうことはやっぱり多少その錆によるダメージなり色はげなりっていうのはありますから、どっか探せばさっきみたいなアラが出てくるので、アラが出てるからやめるんじゃなくてね、買うのをやめるんじゃなくて、アラが出てても買ってもいい価格なのか、それで安ければ、そういうことそういうことだし、じゃあ直せないかって言ったら別にこれ直るんで、もうちょっとガーって磨いて錆止めして拭いて、でガラスモールもしかしたら変えなきゃいけないかもしれないけど、はい、そういうのやってあげればいいし、はい、モーターに関してもやっぱり同じくバンパー外して磨いて塗装の錆の元を削ってやれば、綺麗になりますから、はい、ね、必ずしもこれが悪いっていう話じゃなくて、これを含めて踏まえて買うか買わないか、これが重要なんですよ。 OK ですか？はい、はい、じゃあ外装は一応そんな感じで、はい、次はじゃあ内装いきましょう。はい、はい、じゃあちょっとピンピンがうるさいんでエンジンはかけちゃいますが、この年式ですから、あ、失礼しました。この年式はまだクラッチ踏まなくてもエンジンかかるんでいけるんですね。ね、はい、いきますよ。こんな感じですね。はい、内装に関しては基本的にはノーマルです。うちの車は大体どれも基本的にはノーマルって結構言いがちなんですけど、はい、ここにね STI 純正オプションのブーストメーターですね。元はデフィなんだけどねっていうのがついてたり、はい、あとはディスプレイオーディオですね。ケンウッド製のこれナビゲーションじゃないんで要注意ですと、あとはまあ ETC、ターボタイマー、まあ、ここら辺がついてるっていう感じですかね。はい、動くのかなあ、動きますね。はい、はい、っていう感じですね。あとは、謎のボタンがついてます。これお客さんに聞こうと思ってそうだ忘れてた。謎のボタン。謎ですね。はい。で、あとはおそらくエンジンスターターがついてたと思うんですけど、はい、鍵もなければ何もないので、まあ、これは使えないと思ってもらってっていう感じですかね。はい。はい、で、機能的には、まあ、普通に窓は閉じますが、はい、いや上がった。この間さ、あれ？この間これね、はい、俺一人で夜閉めようと思ったらさ、はい、一回閉まらなかったんだよね。そうちょっとね通電悪いっぽくて、はい、であれなんだろうっつってドンドンドンってやってたら復活したんだよね。多分接点が悪いのかな。なんでもしかしたらパワーウィンドウスイッチは、ゆくゆく要交換と思った方がいいかもしれない。分かんないけどね。はい、うん、まあ他はね全然 OK ね。後ろ問題ないね。まあこんな感じです。はい。で、ミラーに関しても普通に動きます。角度調整も、はいはい、逆側も右左上下問題ありませんね。問題ないですねっていう感じです、はい、まあハンドルも別に問題ないと。エアコンもしっかり効きますと。ちゃんとカチッといってねエアコンも効きますから大丈夫ですよという感じでございます。あ、そうそうそう。で、この車でいうと、はい、まあ内装でケチをつけるとするならばですよ。はい、まあ変えりゃいいんですけど、ハンドル、はい、ちょっとここハゲが出てますので、まあここら辺はちょっと気になる方なんかは変えてもらえればいいんじゃないかなと思います。まあ、ステアリングホイールだけ変えるのか、ハンドルごと車外のように変えちゃうのか、はい、っていう感じですね。あとはここですね。ここにねおそらく何かがついてたんでしょうが、それを外した後の乗り跡、はい、結構しつこくてこれちょっと取れなかったんですよね。はい、これほとんどお客さんからいただいた時のまんま、俺が何かやっても何もなんなくて、はい、やるだけ無駄だと思ってそのままにしちゃったんですけど、はい、一応そんな感じになっております。シートのコンディションは比較的綺麗なんじゃないかなと思いますね。 STI のブルーのねシートになってますね。ブラケットのね後ろのシートに関してもこんな感じですね。綺麗ですね。はい、はい、一応天井もじゃあ取っときましょうか。天張りね。天張りどうだ。綺麗ですよね。あ、綺麗ですね。はい、っていう感じ。若い子だったんでタバコとかは多分吸ってなかったと思いますね。はい、という感じでございます。 OK ですね。はい、はい、じゃあ次はエンジンルーム行きましょう。
よいしょ。はい、エンジンルームこんな感じでございます、もうちょっと待てばエンジン切れるかな。じゃあエンジンルームは、こんな感じになっておりますと。基本的にはノーマルです。 HKS のこのエアクリーナーですかね、はい。まあこれが入ってるのと、まあ、上から分かるのはブリッツの車庫帳ぐらいですか、はい。という感じで、はい。基本的にはノーマルなんですよ。あとはまあアーシングですね。これ懐かしいですね。はい、こんなのがありますと。でサビに関してはまあ普通よりかちょっと出てるかなぐらい。あそこのさ駅マニとかもさちょっとサビ出てるんだけどさ、はい。まあこんぐらいはギリギリセーフかな。気になるんだったら変えたいなみたいな、そんな感じですかね。こういうところとかね、こういうところですそのね。辺もですね。はい。っていう感じなんですよ。だからまあ何度も言うように極上車ですっていうのは一言も言わないし言うつもりもないんですけど、はい。まあとはいえいいんじゃないっていうところはあります。ただですね、はい。実はこの車おすすめのポイントがあって、はい。ここら辺見てもらうと分かるんだけど、ここら辺とかもそうなんだよね。めっちゃ綺麗じゃん、ここら辺のパーツ。この辺。はいはいはい、ですよね。綺麗ですね。そう、実はこの車お客様買われて、はい。 1年乗ったのかな半年乗ったのかな分からないんですけれども、はい。調子悪くなっちゃったんですよ。うちから買ってじゃなくてその某大手さんから買って、はい。調子悪くなっちゃったんですよ。エンジンがかからない、吹けが悪いみたいな。でその後にディーラーじゃなくて、一般の整備屋さんに出して、はい。でそこから、ディーラーさんに車が行ったのかな。結構ね、数ヶ月原因追求みたいのをやって、はい。修理をしたんですよ。そんなかかるようなレベル。原因究明に時間がめっちゃかかったらしくて、はい明細はちょっと後で出して何を変えたかっていうのはお伝えするんですけれども、はい。そこら辺で結構トラブルシュート的なので結構いろんなパーツ実は変えてて、はい。その時かかった総額なんと40万オーバーっていう感じ。めっちゃかかってるじゃないですか。そうめっちゃかかってる、めっちゃかかっちゃった。そうそれをね半年前ぐらいにその症状が出たのかな。だから逆に言うとそこら辺のトラブルシュート全部終わってる車なんで、はい。結構その点においては安心できると。でじゃあこの車両価格が、ね、300万とか400万とかって話じゃなくて、はい、100万円台前半で販売する車なんで、はい、そのうち40万ぐらいが整備代でもうすでに終わってるっていうのはかなりポイント高いと思ってるんですよね。そうですよね。だから後でまあちょっと何変えたか明細もらってるんで細かくは分かるんですけれども、はい、まあ、その点を考慮するとこの車はお買い得なんじゃないかなって僕は思ってますという感じでした。はい、じゃあちょっとエンジンをもう一回かけてイオン振動十分温まってるな。という感じで全然調子いい、調子良さそうですね。でもねまあエアクリ結構ノーマルにした方がいいと思うんだよな。俺なんかわかんないけど、最近ちょっとインプレス入ってないんだけどさ、2、3年前とか結構入ってきてて、結構ねエアクリ変えてる車でね O2 センサーとかトラブルある車結構多かったんですよ。だから本当はねノーマルでいいんじゃないかなと思うんだよね。見た目はかっこいいんだけどね。という感じです。 OK ですね。はい、じゃあそのままマフラーサウンドいっちゃいますか。はい、でよし君このマフラーは、まあ、フロントパイプ触媒ノーマルだったかな。でリアマフラー富士スポなんだけど、音を聞いてなんか気になるとこないですか。音ですか。はい、いつものインプレッサーと音違うの分かりますか。あんまり意識したこと、まあ、インプレッサー自体そんなないから分かんないか。ボボボボと。お、なるほど。表現はボボボボ。なるほどですね。正確に言うとですね、表現はドロドロドロっていうのが正解でして、ちょうどねここからこれがさ GDB のインプレッサのアプライド ABCDEFG ってあるんですけれども、AB の前期型に当たるんですね。この前期型までは、フロントパイプを不等長のフロントパイプ使ってて、このドロ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 って音なんですよ。そこまでは。そうでそれ以降の涙目のインプレッサーとか、高の目のインプレッサーですね、それ以降はですねこのドロドロの音が出ないですし、まあ、もちろん GRB この間撮ったやつも出ないんですよ、この音は。ちょっと踏みますね。も
ちろんめっちゃいい音いい音ですけど、だよねはい、まあでもヨッシーに聞くと毎回めちゃめちゃいい音って言うんだけどねでいいよもこのインプレッサーの1個前ですね GC の方、はい、GC の方が結構ね WR のラリーとかで出ててすごいさステッカー貼ってさ555とかスバルのさマークとかあってさ WR のこのレースを走ってる時なんかはまさにこのドロドロ音ではいすげえ音しながらバーって走ってくるんですけれども、まあ、それがめちゃめちゃかっこよくて純正でこの音これ純正でも、基本的にはこの音ですドロ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 これマフラーを変えたから音はもちろん大きくなってる、はい大きくなってるけど音色的にはこの音です。あ、そうなんですね。だからね、スバルはこの年代までのレガシーとかもそうですね、はい、B4 とかレガシーツーリングワゴンとか、はい、あそこら辺は基本的にはこの音で、はい、ここから高野目に変わった年代とか BP の方ですね、レガシーでいうと、はい、に変わった年代からは盗聴パイプになって音質が全然変わっちゃったっていう感じですね、はい、馬力に関しては盗聴の方が出てるんですけれども、はい、音はね僕個人的にはこっちの方が大好きという感じですね。はい、じゃああとはですね、下回りとトランクと修復歴点々点のところいきますか。はい、はい、あ、そうそうそう、修復歴点々点で一応伝えとかないといけないのは、修復歴になるならないっていうところは、まあ、いつも言うようにフレームに入ってるか入ってないかっていうところありますよね。はい、まあこれもね見てもらえば分かるんですけど、あ、これあれよ、前に修復歴があるって話じゃなくて、エンジンルーム見て左右見比べてすぐ分かるでしょ、何かが違うのが。左右、はい、左右、あ、お色色違いますね。こっちは綺麗ですけど、はい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 ここがはい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 、そうですね。綺麗で、でこっちがはいちょっとはい色あせたり、って感じですね。はい、っていうことはどっちがどうなってるんですか。こっちは変えてない、はいっこっちがいじって綺麗にしたからて感じですよね。ことですね。はい、その通りでございます。そうなので、まあ変えてる変えてないっていうのは分かりますよね。はい、で変えてない方がオリジナルになりますから、はい、オリジナルの状態はこういう状態ですから、こういう状態ですから。っていうことは、はい、そうそうそう、まあそれなりにボディもっていうか塗装に関して言うと、まあそれなりにちょっと傷んでるんだろうねみたいなベースのコンディションをねって思ってもらえればと思います。はい、はい、で話を戻してトランクですね。じゃあまずはトランクからいきます。トランクに関してはこんな感じです。綺麗ですね。綺麗ですね。はい、はい、大丈夫ですか。はい、大丈夫ですね。はい、はい、で、下回りいきましょう。下回りを見ていただくときに、はい、ヨッシー君でも気づく場所が、まあ気づかねえかわかんねえな。まあとりあえずサビに関して言うと、意外と綺麗なんですよこの車実は。綺麗ですね。綺麗でしょ。思ったより錆はない。そうなんだよ。ちょっとねマフラーの太鼓めっちゃへこんでるけどああ、そうですね。はい、はそうなんですよ。インプレッサーは、い、はい、やっぱ 4WD 車ですから、はい、ランエボと一緒で雪国で結構みんな使うんですよね。そういう用途多いですよ。用途多いんですよ。はだから下回りは基本的にめっちゃ錆びてる車多くて、い、はい、でじゃあこの車になった時に、はい、ボディところどころ錆びが見えたりとかさあるじゃん。はい、つっていやこれ下回りもやっべえかなとか思いながら、はい、下潜ったらあれめっちゃ綺麗じゃんみたいな。確かに。そうなんですよ。そう考えてみたら、うん全然綺麗だから、はい綺麗。綺麗だから綺麗安心。なんか言いそうで言わないねそうそう、は綺麗だから綺麗なのよ。はい、そうだからねいきなりこの車の評価僕は上がりました、ね、査定してて、やばいかなこれとか思って下潜ったらあれ意外といけるじゃんみたいな、そんな感じでしたね。なんで下回りは結構綺麗。横から見てサビとかもじゃあ横の耳のとこ見ましょうか。ここから潜ってもらって見えるかな。潜ってもらってもまあこれの耳とかですかね、フェンダーの耳とか、まあこっちはちょっと潰れがあるかな。こっちね、ここねちょっと潰れてたりとかするんですけど、でもねマフラーとか下回りとかはね意外と綺麗なんだよね、っていう感じでした。はい、で
さっきの修復歴のところ、修復歴には該当しないんだけれども、はい、この車1回軽く後ろぶつかってて、はい、ここ見てもらうと分かるんですよね。分かります？ここ、僕今指さしてるここ、はい、見える？その辺、はい、そう、曲がってるでしょ。曲がってます。そう、はい、ってことはぶつかってるんですよ。はい、で、このパネルめくれてるこのパネルはリアパネルになるので、はい、ギリギリセーフ、はい、こっちまで行ってたらアウト、修復歴ありという感じだったんですけど、まあ、ギリギリなんで、修復歴なしという判定になってますけれども、はい、まあ、ギリギリだったよっていうのは、買う前に知っといた方がいいんじゃないかなと思いますね。という感じでございましたと。はい、はい、じゃあ一旦ここで締めましょうか。はい、はい、じゃあよし君、一応そんな感じで、はい、第1弾の動画は、まあ、内外装、エンジンルーム下回りとかちょっともろもろ見てもらいましたけれども、ここまで言うと外装パッと見綺麗、よーく見ると錆びあるところあるよねっていうのはポイント一つ、はい、エンジンルーム結構なんか手かけて整備したことあるよね最近みたいな。でそれの詳細は第2弾の動画で言います。はい、これは2つ目、40万円もかけて整備したんですから。で3つ目としてはリアパネル、バンパーの裏側の部分ですね、はい、修復歴にはならないけれども1回ぶつかってちょっとピクってめくれてるところがありますよ。で3つ目、はい、で4つ目、外装錆びとかあって下回り不安かなと思いきや、下回りは意外と錆び少なくて綺麗っていう感じが4つ目って感じですかね。はい、そんな感じをポイントで、この車を検討してもらえればいいんじゃないかなと思います。あとは、タイヤに関しては交換前提でね、考えてもらった方がいいんじゃないかなと思いますね。じゃあですね、第1弾の動画はここまでで、次回は試乗の動画いってみましょう。はい、どんな走りをするんでしょう。まあ普通だよ多分。まあ、そんないじってないから、まあ、純正的な走りですよね。っていう感じです。はい、ただこの、不当調の GDB のインプレッサは言われてみるとそういえばかなり久々に乗るなって感じ。過去に1回ね、STI-S だったかな、STI リミテッドの方が在庫で一台あったんですよ。はい、まあそれはなんか乗ってた記憶はあるんですけれども、そこから遡ると多分 2,3 年は乗ってないと思うので、はい、まあ久々ちょっと乗ってみようかなということで、はい、乗ってみたいと思います。じゃあ次回の動画は試乗編からスタートで、あとはさっき言った整備の部分ね、はい、40万円何整備したっていうのも明細ありますんで、それを付け加えて、ご説明できればと思います。じゃあ次回の動画もよろしくお願いします。それでは一旦ここまでご視聴ありがとうございました。インプレッサーはね、はい、フェンダーめくって修復歴を見ないとさ、はい、ぶっちゃけ分かんないんだよね。今確認中ですか？そう。どうですか？これをね、なかなか査定の時にお客さんのところでこうペリってめくってやるのはいかないからさ、だから入ってきたら一回チェックしてるんだけどね、まあこれ大丈夫そうだね。そう、結構 GDB はここら辺前なんだけど、はい、GRB とかだとここら辺までこうインパネがこう降りてるのよ、フレームが、はい、だからバンパーここら辺バーンってぶつけるだけでも結構修復歴になっちゃったりとかするから、はい、こうやってね、こっちからしかも充電式のライトが充電切れちゃってさ、こうやってめくるんだよね、はい、そうまあこれはなかなかお客さんとかではできないんでね、あれなんですけど、だからあれよ、車屋さん行って、はい、オークション会場とか結構これめくって、はい、めくりっぱなしのまんま戻ってくることがあるんだけどさ、めくられてたら、はい、多分検査したんだなと思ってもらえればいいんじゃないかなと思いますけどね。結構見たことあります。見たことあるでしょ、はい、そのまんまになってるんで、はい、まあそんな感じでした。はい、はい、以上です。行きましょう。はい、5速、これで6速でしょ。10番入りました。いい音するなマジで。RC の動画とかでよく見るあの音なんだよね。